皆さん、これは何だと思いますか？これはとある島の自生しているヤシの実だけを使って手作りされているバージンココナッツオイルです。私はこれを輸入し、日本で販売しています。実はこのココナッツオイルがダイナマイト漁という悲劇を撲滅し、とある島の海の生態系を守ってくれています。今日は私の半生とその中で挑戦したとあるプロジェクトについてお話しさせてください。このココナッツオイルの生産地はインドネシアの地図にも載らない島、カポポ山島です。インドネシアの首都ジャカルタから1400キロ離れたところにある小さなこの島は、モンスーンの影響で漁に出られる日が限られており、漁以外の産業も十分ではありません。島民たちは生活のために手っ取り早く魚を取ろうとダイナマイト漁を始めてしまいます。海にダイナマイトを投げ込み、爆発させて気絶した魚を回収します。一度に多くの魚を取ることはできますが、サンゴ礁は木っ端みじん、魚の住処を奪ってしまいます。ダイナマイト漁は国際的な環境問題となっていて、漁師たちが悪者のように扱われがちですが、実はカポポ山島のように目の前の生活のためにやむを得ずしなければならないのであって、決して怠慢や無知から来るものではない。たとえそうだとしても、少しの現金収入があれば解決できるものだと私は思いました。カポポ山島の場合、彼らの生活には欠かせない身近な存在、ココナッツオイルが意外にもその解決策でした。私がこのココナッツオイルに出会ったのはインドネシアに住んでいる時でした。仕事によるストレスでアトピー体質の乾燥肌に悩まされていました。見かねた友人が肌にいいらしいよとこのココナッツオイルをペットボトルに入れて持ってきてくれました。私はその豊かな香りと肌なじみの良さに一目惚れしてしまいました。これ売れるんじゃないのと冗談で言った私に、友人はその島の経済状況がどれだけ大変かを話してくれました。私は島の生活のため、そしてこのオイルの素晴らしさを日本の皆さんに知ってもらうため、事業の立ち上げを決意しました。しかしこの時、この決意が何をもたらすのか、私は全く予期していませんでした。ただ、島のために何かしたい。安定した現金収入があれば、そのうちダイナマイト漁もやめてくれるだろう。ただそれだけでした。日本に帰ってからは奮闘の毎日でした。毎月100キロ買うことを約束し、安定した現金収入により、島の生活の自立と安定を最優先にしていました。私の仕事は瓶詰め、可愛くラベル貼りをして商品化、とにかく必死でオイルの品質を訴え続け、島の現状を訴え続け、皆さんに買っていただきました。目が回るような忙しさでオイルを売り続けて半年、大量の在庫を抱えたまま次のオーダーをしないといけない時期になり、パートナーに弱音を吐こうと連絡を取った時のことです。今月来月の輸入量を半分にできひんかなというと、パートナーは報告してくれました。今はもう誰もダイナマイト漁をしていないこと、ココナッツオイルの売り上げでロブスターを半養殖するゲージを買ったこと、こっちは調子いいから愛も少し休んだらいいよ。そしてパートナーは続けました。それにローカルビジネスでダイナマイト漁を撲滅したという噂を聞きつけて、今度水産大臣が視察に来るらしいんだ。
インドネシアを変えるきっかけになるかもしれないね。私は目が点になりました。たった半年でダイナマイト漁はなくなってしまったんです。その上、海を傷つけない方法での漁に自分たちで移行していました。私の小さな挑戦は、私が気がつかないうちに島の運命を大きく変えていました。ココナッツオイルプロジェクトを立ち上げて、ダイナマイト漁を撲滅したというと壮大な話に聞こえるかもしれません。ですが私は、私ができる目の前のことをしていただけなんです。楽しそう。やん、できそう。できたやん、やったーという感じです。だからもし壮大な結果を求めて挫折しそうになっても、まずは自分がやれることをやればいいのだと気づきました。与えている影響で周りが変化しているかもしれないし、目の前で起こした小さな結果がひいては社会を変えるような大きな結果につながることがあるんです。実は私は小さい頃からスーパーヒーローになりたかったんです。この世界には悪いやつがいて、そいつをやっつければ世界は平和になるんだと信じていました。そんな私は誰かのためになり、この世の中を良くするきっかけになるような仕事ができないかと模索していました。例えば22歳の時、神戸でフェアトレード商品を扱う小さな雑貨屋さんをオープンしました。私自身がアジアで旅をして直接買い付けるということで値段がクリアであるとフェアトレードポリシーを謳っていました。ですが現実はその原材料がどこからやってきたのか、どのような流通で町までやってきたのかも私は把握していませんでした。外国人はフェアトレードやオーガニックと書いていれば喜んで買う、そんな話をお客さんから聞いたとき、私もそのうちの一人だと感じました。ショックを受けたと同時に、原材料から生産、流通から販売まで全て把握している商品を作りたいとも思いました。そして東日本大震災が起こりました。私は店を休業し、支援物資をかき集め東北に向かいました。私は人の役に立てているという満足感で満たされ、幸せでした。ですがボランティアを終えて神戸に戻ると、店を閉じ続けていたので収入は激減。一気に生活が成り立たなくなりました。ここで持続的なシステムを持たない社会貢献は自己満足の範囲を超えないことを学びました。こうやって私は自分が正しいと思ってきたことに対して失敗ばかりしていました。ですが失敗をするたびに何が本当に正しいのか、何が本当に相手のためになるのかを考える機会に変えることができました。その失敗と反省がこのココナッツオイルプロジェクトに集まっています。この小さなココナッツオイルがダイナマイト漁を撲滅するという結果をもたらしたように、あなたが今必死に取り組んでいることが今成果は出ていなくても、どこで誰を救うか、どんな影響を及ぼすかは誰にも分かりません。だから自分を信じて前に進むあなたを私は応援しています。ありがとうございました。